とんでもなく強力なライバルが現れたのでそのことを真剣にトレーナーに報告するメジロドーベルと冬込みのお品書きでやたらと自分が養殖される本が並んでいるサークルをウマッターで発見しラッキーライラックに助けを求めるアーモンドアイ。トレーナー、話があるの。ロボ先生が俺に話だって？どうせまた原稿のことだろ？今度は何をやらかしたんだ？真剣な話なの。なんだ？まさかステイウォールドとか絶対に手を出しちゃいけない禁忌の領域に手を出したりしたんじゃないだろうな。そりゃいくらロボ先生でも対応に真剣になるよな。キリリ。強力なライバルの出現よ。強力なライバル。この真剣な眼差し、これは本物だ。極道入校上等作家ロボメジローではなくメジロの馬娘メジロドーベルとしての本気の眼差し。お願いトレーナー、聞いてもらえるかしら。わかったよ。それでドーベル、その強力なライバルってのは誰なんだ？俺も同期の有力な馬娘はもちろんのこと新入生や転校生はチェックしているんだが。論より証拠ね、これを見て。その子のトレーニングの様子とかか？きっとトレーナーも度肝を抜かれると思うから。おいおい、どれだけの逸材なんだよ。そんな子がいるならトレーナーの間でも噂になってるはずなんだが。どれどれ。サークル悪奇跡製薬、冬込みお品書き。下神戸ほのぼの合同誌。自伝、私と達江さん。お世話になったトレーナー3名間。アーモンドアイが西野とうららに養殖される本。アーモンドアイが有馬記念に養殖される本。アーモンドアイがマイルに養殖される本。この養殖本ラッシュの勢いには正直耐えられなかった。アーモンドアイ養殖ジャンルにおいて絶対的な地位を築いてそう。西野とうららに養殖されるのはわかる。マイルことグランアレグリアに養殖されるのもわかる。けどレースに養殖されるという概念はちょっと俺にはなかったな。確かに愛ちゃんは西野うららには負けてるけどうららちゃんは関係ないだろ。ぐへへへ。愛さんのここすごいマイルになってますよ。そう言うとグランアレグリアはいやらしい手つきでゲートに入り始めたのだった。げへへ。体はマイルですね。最終直線もたまらないですよ。続きを読みたい方はこちらから読めます。くそ。ここら辺誘拐はないかで考えたらグランはどっちも言う。これマイルちゃんがあれなだけで内容は意外と真面目なスポコンの線もあるな。ロボ先生、これは。どう？度肝を抜かれたでしょ？そんな真剣な表情で同人誌の話を振ってきたロボ先生に度肝を抜かれたよ。言っておくけどこれ全部冬込みに出す新刊よ。全部新刊なの？奇跡が漫画描き要素ってどっから来てるんだろう。オーナーが石川達江さんだから絵の達人、あと書き込みアプリの開発元。コパのリッキーの例を見るに各オーナーがどの程度関与しているかは不明だけどオーナーの確認はもらってるんだよな。オーナーの馬にビオとか割と漫画ネームいるからワンチャンオーナーの要望を聞いてきた可能性もあるかもしれないしないかもしれない。馬主の本業にやたら詳しくなれるコンテンツ、それが馬娘プリティダービー。合同誌を抜いても5冊が新刊よ、上記を逸してるわ。すごいな、アリスデジタル先生以上じゃないか。とんでもない作家が現れたもんだわ。さしずめ奇跡の世代ってとこかしら。あたしなんかびっくりしちゃって漫画を描く気力がなくなっちゃったもの。なんだ？それは原稿が進んでないことの言い訳か？違うわ、認めたのよ。この神業っていう作家の実力をね。もう一回言うぞ。原稿が進んでないことの言い訳か？だから違うって言ってるでしょ。本当かな？少しは担当を信じてよ。まあ締め切りに間に合えばいいんだよ。締め切りに間に合えばね。そういうことなのよ。レースだって出遅れることくらいあるわ。でも最終的に勝てばよかろうなのよ。だからってそれまでの過程が全部許されるわけじゃないからな。なんで奇跡が神業先生？ミラクルは馬娘として2人いるから？奇跡の香港老記が神業。奇跡とはすなわち、神のみが成し得る技であるゆえ、神業とした。実を言えば、当馬の前にすでに奇跡という馬が香港にいたそうで、これとの重複を避けるために、同じような事象を意味する神業と決めたとのこと。じゃあ奇跡なんだ。奇跡かわからなかった。それにしてもすごいな、この神業先生は。ロボ先生が締め切りというゲートに向かって狙いすました差しなんかじゃなく必死に CC 言いながら追い込みしてるのに対して圧倒的な逃げを見せつけてくれるんだもんな。うるさいわね、人には向き不向きがあるのよ。じゃあその自分の得意で締め切りに挑めばいいのでは？レースには時の運も絡むでしょ？
締め切りというレースも同じなのよ。時の運って締め切りが近いタイミングで自分が興味持ってるゲームが発売されるかどうかのことを言ってたりしないよね。そんなわけないでしょ。変なこと言わないでよね。ただの事実なんだが。話はそれるんだが客室どうすんだ。追い込み A 逃げ A とかになるのか。本来は逃げ A だけじゃないか。北さんスカイガインあたりは差しや追い込みで勝ったことがあっても C 止まりだし。実馬の勝ち筋と陣営がやりたかったこととはだが周囲の脳を焼いた騎乗で諸説ありますが先行 A それ以外 B とか C が無難ではなかろうかとも思います。さすがにキッカベースにはなるだろうけど追い込み B になってたらみんなあれだなってなる。客室別戦績はこれらしいから順当に行けば CBAC あたり、逃げ D でもおかしくないけど逃げのイメージ強いしな。大逃げ取得キャラが増えるとどうなる？アーマータップ奇跡で長距離大逃げ編成とかできるように。けどこの神業先生アーモンドアイ養殖本出しすぎだろ。いくらなんでもこれはちょっと。まあ出す側だしね。ともかくその界隈では神扱いされてるわ。無理もないだろうな。ちなみに期間もすごいのよ。とりあえず聞こうか。アーモンドアイがアイワナビーザガイに養殖される本。アーモンドアイがソウルライクゲーに養殖される本。アーモンドアイがテトリス99に養殖される本。アーモンドアイが霊式オメガプラネテスに養殖される本。アーモンドアイが風景パズルゲーに養殖される本。サークルアッキセキー製薬で特に人気が高いのはこのあたりね。なんだよ。このアーモンドアイに対する執着は。支援を隠さないスタイルすぎる。ライバルとの死闘、ピンチからの大逆転、まさに、王道展開じゃないですかからの養殖ってどういうこったよ。許さない神業先生はアーモンドアイアンチか？被害者の会。闘魂注入本は闘魂注入本は風紀を乱すと言われて没収されてしまったんだ。奇跡といえば闘魂注入、闘魂注入といえば京都大商店、京都大商店といえばマカヒキくん。下神戸の洗脳が切れてるようですね。なんで2000だけなのに闘魂注入要素でかいんだよ。川島アナが悪い。和田裕二、闘魂注入、ムチが飛ぶ。これ実況が俳句入れられるようなタイミングでムチ入れてるってことだもんな。実況でなんか変な印象を残していく女。まあこの神業先生が同人界隈においてとんでもなくすごい先生ってのは分かったよ。そう、分かってもらえてよかったわ。でもドボ先生に関係なくない？なんでよ。結局のところ同人誌を出すという行為は自分が漫画を描くのが好きだからやってることだろ？そこに他人は関係ないじゃないか。同じ週刊誌の中で順位を競ってるとかそういう話ならともかく。でも私が同人会で築いてきた自分の立場が脅かされるかと思うとちょっと心配なのよ。そういうのはしっかり締め切りを守って同人誌を出せるようになってから心配しな。わかったわよ。こんなドボ先生でも根強い人気があるんだからわからない世界だよな。多分締め切り守らなかったりっていうめちゃくちゃな行為が受けて人気があるタイプだと思う。ララ、助けて。なんですの愛さん、そんな唐突に。この埋まった見て。新刊お品書き？この先生愛さんが養殖される本をやたら出されるようですな。ララ、私はレースで勝っただけなのにめちゃくちゃ粘着されてる。愛さん、それうちに言うん？ひどいわ、なんで私がこんな目に遭うの？なんでやろねアーモンドアイを許さない。有名税とはちゃいますけどそれも勝者の宿命と思うて受け入れることやね。だからってこれはあんまりよ。アーモンドアイが西野とうららに養殖される本とアーモンドアイがマイルに養殖される本とアーモンドアイが有馬記念に養殖される本か。全部買いやね。有馬記念にマツケン有馬流しながら奇跡に脳を焼かれた家族を映す NHK 中継とかいう奇妙な光景からもう5年も経って馬娘として実装されるまで来たのかと感慨深くなってる。何にせよ実装が楽しみだな。空の彼方に最後の奇跡。よく考えるとクソ実況。ゲートで出遅れた奇跡と遅いと見た和田裕二が悪い。アーモンドアイが絡んだガンにレコードを更新された上に種付け要求しても1000なんで無理ですねって断られて膝から崩れ落ちる本はありませんか？1000だけにすみません。ということだな。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。